モのさばき方を今日はやろうと思います。まずハモはぬめりの強い魚なので、しっかりとぬめりを取るところから取ることが重要な仕事の一つです。特にこの頭のこの付け根、ここが落としにくいところの一つと、あとはこの背びれと身の間のここはしっかりと落とすように意識してやってください。でこう水を切るときにぬめりがないことを確認して水分を切ります。で今洗ってたんですけど、頭だけは洗ってません。頭はすぐに落とします。これはもうお出汁に使ったり、でもぬめりが取れてないんで、僕の場合はお出汁にもちょっと頭は使いません。で頭をできるだけまな板の上で落とすんじゃなくて、まな板の本当に端の方で落とさないと、まな板にぬめりがつくとそこからまた、ハモの身の方にぬめりがついて良くないので気をつけてやってください。おへそからお腹を裂いていきます。切っ先だけで開けてください。そうじゃなかったらこの身が玉を潰してしまうことになるので、そこをすごく気をつけて開けてください。でおへその下、だいたいこの辺りまで内臓が来ていますので、この辺りまで開けると掃除しやすいです。頭の先、ここから指を入れると全部一気に血合いも一緒にメリッときれいに外すことができます。はい、この一番底の下のこの部分に血合いが残りやすいので、この部分血合い残らないように気をつけてください。こうすると中を少しだけ洗って、またよく水気を切ってよく水気を切ります。はい、はい、それでは次は開きをやっていこうと思います。まず尻尾の先はもう、使いませんので、これはお出汁用にバットに取っておいてください。でまず、こちらおへその下までいってるところを最後の一番下までいきます。こんな感じです。で次上に戻って、この中骨の上にこの山状にこうポコ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 ってあるのが分かりますでしょうか。ここの山の上をこう狙って先に包丁を入れます。でまずはこの山の上だけをこう外すように包丁を進めて下までいきます。下というか、ここで骨の形状が変わるので、この血合いが残りやすいと言っていたここ重要です。ここで骨の形状が三角形の骨から平べったい骨に変わります。で上に戻って、私は逆さ包丁でここを上まで取ります。で先ほど作ったガイドラインに沿って包丁を入れるときれいに開くことができます。でここからは三角形の方のところはこう包丁の角度をどっちかというとこう立ててこう入れていくんですけど、ここから骨の形状が変わるので、横に真横に水平に
包丁を入れます。で開く、どこまで開くかっていうところなんですけど、ここちょっと開きすぎてますね。ここぐらいの中骨の一番ちょうど先っぽが見えるか見えへんかぐらいのところまでの深さで開きます。で次この中骨を外します。次はヒレでの上に包丁を縦に入れます。でここから包丁を真横に寝かして真ん中まで行って、真ん中より向こうまで行って中骨を立てて貫通させて外します。でまたここから骨の形状が変わるので、ここに少しだけガイドラインを入れます。でそこからこのピラピラした骨は持たずに下の身を持って包丁を横に寝かしてガイドラインが入ったところを通り過ぎて一気に外します。まずここからが平べったい骨になってて、こっからが三角形の骨になってます。この形状を理解するとハモはさばきやすくなると思います。まずこのカマ使わないのでお出汁を普通の魚とはちょっと長いので腹骨が一回これもきっかけを作って透き取るで上からじゃなくて下の方から透き取ってやる方がで腹骨を取ります。で少し成形、この成形は、後々に、骨切りをするときに、ここがちょっと薄いところが邪魔になってくるので私は少し成形をします。で次この中にこう立ってる骨を、今度は外していきます。立ってる骨はこう進めていったら分かると思うんですけど、この点々の穴、この穴を目指してまず包丁を縦に進めていきます。この穴ポコを目指して包丁を縦で進めてください。もう尻尾の方はもうちょっと皮が薄くなってくるのであんまり深追いすると穴が開いちゃうのでお気をつけください。で次逆サイドは、骨を外した時にこう残っている中骨もあるのでその中骨を逃さないように包丁を進めていきます。で包丁を進めた後にこう少しこう起こしながらでこっち側もこの穴ぼこを目指して包丁を立てて、でここまで全部いけたら次はまた上に戻ります。上に戻って次はこの骨を切り離す。でできるだけ短く切り離してそこから一気にこう包丁を滑らして
縦の骨を切り離す。こんな感じです。さっき背びれを取ってしまいます。先に背びれを取ります。背びれはこの背びれがついているところと身のギリギリのところに包丁を入れて、これをまずきっかけを作ります。で、きっかけを作った後に背びれを身を押さえながら背びれを引っ張るときれいに外れます。で、今みたいにこう途中で止まってしまうと次引っ張るのがどうしても外れなくなるので、こうなると、もう一度先ほどのように背びれと身のギリギリのところできっかけを作り直して再度引っ張ります。これは刃物によって、スッと取れるものと取れないものがあるので、最後まで取ります。真ん中に戻ります。真ん中に戻って背びれが取れた後、少し残っているこの真ん中の縦の骨を外していきます。しました。こっちの身を引っ張りながらこう包丁を外す感覚で骨を真ん中の骨を取っていきます。この骨を取ることによって本当に骨の当たらない刃物、焼き霜だったり落としができます。これも何度もやってこの感覚を覚えなければ多分難しい作業になってくると思います。こういった形で背びれの方の縦の骨と右の方からの縦の骨がきれいに外れます。背びれを取るときにどうしても途中で背びれを取るところが止まってしまう刃物はどうしても背びれからの骨が残ってしまうので、きれいに取り切ることはちょっと難しくなってきます。腹骨、こっちもこっちからここまで腹骨入ってます。この引くときにこっちの指でこう押して包丁に乗せる感じでこう腹骨を引いていきます。で次、腹びれですね。ここにもヒレがあるんで、このヒレも縦に骨が入ってるんで、その牙を外していきます。でこっちのお腹の方には骨ないんですけど、骨切りするときに
こう巻いてきたりとかするので、この時点で落としておきます。はい、ハモのさばき編は以上です。はい、ハモもさばき終わりましたので、次はハモ切りの動画になります。ハモ切りは、通常このハモ切り包丁を使ってハモを切るのが一番切りやすいかと思います。これは中でも少し小さいサイズなんですが、もうちょっと大きいサイズがあったり、このぐらいのハモのサイズだとこのサイズでも大丈夫ですけど、もっとこのハモが太くなるともうちょっと大きいサイズの方がハモ切りがしやすかったりしますかね。で、僕はずっとハモ切り包丁でハモ切りをしているんですけど、こちらの柳刃包丁でもハモ切りをすることができます。刃物切る時の手の動きがここのまっすぐのところをこうまい具合にこう当てて切っていくので、これでもすることができますが、ちょっと若干やっぱりまっすぐではないので、ハモ切り包丁ですることをお勧めします。では切っていこうと思います。最初ここの頭の部分少し骨が硬くなってますので、僕はここを出しに使います。僕の場合ハモ切りはもう何回空振りしてもいいんで、薄く切ることを意識してます。こう一頭一頭切るとどうしても太くなってしまいますんで、気持ち的にはキャベツの千切りとか玉ねぎのスライスとかと同じような、大根の剣打ちとか同じような気持ちです。でこう切った時にこの皮まで線がいくぐらいギリギリ打たないと、どうしても骨が残ったりとか皮のブヨブヨがちょっと残ったりとかするんで、こっち見てもらうと思いますけど、ミミズバレになっている感じ、こういう感じがベストです。でハモの骨は、こういう風な角度で入ってるんで、これをこのまままっすぐ打つよりも、こう少し角度を外向きに向けて打つ方が、骨が当たらなくなります。こんな感じですね。一頭打ったらこっちに伸ばす、弾く感じです。ハモの骨切りはこう包丁を全体を使ってこう打っていく。で最後のここの根っこでこんな感じです。包丁全体を使って、あと包丁の重さで切っていきます。ゆっくりやるとこんな感じです。で今みたいにこういうくずが出るのは、この包丁の角度がこの入る角度が一定でないとくずが出ます。例えばこの角度と
ちょっと外側向いてしまったこの角度で入れるとこうやってくずが出るんで、包丁の角度を安定させて刃を打っていかないとくずが出やすくなります。こんな感じですね。鴨切りは数打たないと多分できないと思いますが、皆さん練習して美味しいハモが売ってるようになってください。以上でした。